こんにちは、スマイフののぶです。今日のテーマは iPad のカーナビ時に最適なホーム画面作成とワンタップでホーム画面を切り替える方法です。iPad ってカーナビになるのって思った人もいるかもしれませんね。もちろん iPad の大画面はカーナビにもぴったり。でも普段使っているホーム画面のままだとアイコンがたくさんあって運転中に操作しづらいなんてことありませんか？そこで iPad をカーナビとして使うときにワンタップでカーナビ専用のホーム画面に切り替える裏技をご紹介します。これを知ればあなたの iPad のカーナビライフが劇的に変わること間違いなし。 iPad をカーナビとして使うなら専用のホーム画面を作るのが断然おすすめです。なぜなら運転中に必要な情報やアプリだけに絞り込むことで視認性を向上させ操作ミスを減らすことができるからです。想像してみてください。運転中に道に迷って停車してカーナビアプリを探そうとしたとき、普段使っているホーム画面にはゲームのアイコン、動画アプリのアイコン、SNS のアイコンが並んでいますよね。焦っている時ほど目的のアプリを見つけるのに時間がかかってしまいパニックになることがあるかも。でももしカーナビ専用のホーム画面があればそこにはカーナビアプリ、音楽アプリ、そしてよく使う連絡先のショートカットなど運転中に必要なものだけが大きく配置されているんです。これなら一瞬で目的のアプリにアクセスでき運転に集中できますよね。だからこそ iPad をカーナビとして安全かつ快適に使うためには専用のホーム画面が不可欠なんです。カーナビに最適なホーム画面を作るにはシンプルで見やすい配置を心がけることが重要です。初心者の方が路肩に停車しているとき、横で次々と車が通っていると焦ってしまいますよね。そんな状況でも一瞬で情報を認識し操作する必要があるため、ごちゃごちゃした画面だとカーナビとしては使うには不向きだからです。では実際にカーナビ用のホーム画面を作ってみましょう。まず既存のホーム画面とは別に新しく何も配置してないホーム画面を作成します。ホーム画面の空いてるところを長押しするとアプリが震え出しホーム画面の編集モードに切り替わるので何もないページまでスワイプしてください。次に運転中に使う可能性の高いアプリだけを厳選して配置します。例えばカーナビアプリの Google マップ、Apple マップ、Yahoo カーナビなど普段使っているカーナビアプリを配置しましょう。次に運転中によく使うアプリといえば音楽アプリですよね。Apple Music、Spotify、YouTube Music など運転中に音楽を楽しみたいときにすぐにアクセスできるよう操作しやすい場所に配置します。あとは好みになると思いますが、緊急時のためにメッセージアプリとか同乗者のために動画配信アプリ、あとは運転中に便利なショートカットなどを配置すると便利にカーナビとして使えます。続いてウィジェットを活用するとアプリを開かなくても操作ができます。音楽アプリの再生コントロールウィジェットや天気予報ウィジェットなどを配置すると画面を見ただけで必要な情報を確認できて便利です。ウィジェットを追加するにはホーム画面の空いているスペースを長押しし編集をタップしてウィジェットを追加をタップするとウィジェット追加画面が表示されるので必要なウィジェットをタップしてサイズを選択するだけです。こんな感じにこれらのポイントを意識してホーム画面を作成すれば車内でもスマートに iPad を活用できるようになります。集中モードの設定は基本的に先ほど作ったホーム画面を選択するだけなので簡単に設定できます。では実際に集中モードを設定していきましょう。まずはこちらの iPad の設定アプリを開きます。
設定を開いたら左側のメニューから集中モードを選択します。すると右側が集中モードの編集画面に切り替わるので、画面右上にあるプラスボタンをタップしカスタムを選択します。次に集中モードの名前を入力しましょう。今回はカーナビ専用の集中モードを作りたいので、カーナビモードと入力し、アイコンの形と色を決めたら次へをタップします。続いて通知の設定を行っていきます。必要に応じて連絡先やアプリを設定していれば通知を知らせないようにできますが、今回は特に設定せずに進めていきます。後から必要になれば設定し直すことも可能なので、気軽に設定してください。次に画面のカスタマイズを行っていきます。まず選択をタップすると壁紙を選択する画面が表示されるので、新規ロック画面を作成をタップします。ここから任意の壁紙を選択していきましょう。今回はカーナビとして使う時の壁紙なのでシンプルな壁紙にしましょう。壁紙が決まれば追加、再度選び直したい時はキャンセルをタップしてください。では壁紙が決まったので追加をタップして壁紙を両方に設定をタップすると壁紙設定されます。今度は選択をタップしてホーム画面を選択していきましょう。選択をタップするとホーム画面ページを選択する画面が表示されるので、先ほど作ったページを選択し右上の完了をタップします。これで画面をカスタマイズが終わりました。あとはスケジュールを設定や集中モードフィルターなどありますが、今回は特に設定しません。軽くスケジュールを設定と集中モードフィルターを説明すると、スケジュールを設定はスマートアクティベーションをオンにすると、時刻、場所、特定のアプリを開くと自動的に集中モードが起動する設定です。集中モードフィルターは集中モードを起動中に指定したアプリやシステムをカスタマイズ設定することができます。設定が終わればここの集中モードをタップして戻って、削除したい場合は下の集中モードを削除をタップしてください。これらの手順で集中モードを設定すればワンタップでカーナビ専用のホーム画面に切り替えられるようになります。ぜひ試してみてください。ショートカットアプリを駆使すればワンタップで集中モードを切り替え、さらに iPad の設定まで自動で変更できるんです。ショートカットアプリとは複数の操作をボタン一つで実行できるように設定できる非常に便利なアプリです。例えば集中モードのカーナビモードをオンにした時、運転中は画面が見やすいように明るさを調整したり、ナビの音声案内や音楽が聞き取りやすいように音量を調整したり、地図やメッセージの文字が大きく表示された方が見やすいのでテキストサイズを調整したり、画面の視認性を向上させるためにコントラストを調整したりと、これらの設定を通常であれば一つ一つ手動で行う必要があります。しかしショートカットアプリを使えば設定したショートカットをタップするだけで集中モードが起動し、先ほど述べた調整がすべて自動で変更されるように設定できます。すごく便利ですよね。ショートカットの作成方法は少し難しいので動画を見ながら挑戦してみてください。ではショートカットアプリを開き、プラスボタンをタップして新規ショートカットを作成します。右側のアクションを検索から集中モードを設定、明るさを設定、音量を設定、テキストサイズを設定、コントラストを上げるといったアクションを追加し、それぞれのアクションに値を設定するだけです。では値を調整していきます。まず集中モードはお休みモードでなくカーナビモードに変更してオフ時までオンに変更します。明るさは80% 台にして、メディアは 90% 台に、テキストはできるだけ大きい方がいいので特特特大にして、
コントラストを上げるをオンにしてあげればカーナビに適した設定になります。あとは名称箇所をタップして名称変更やアイコン変更したらショートカットは完成です。ここの戻るボタンをタップしたら先ほど作ったショートカットが新規に追加されています。ではこのショートカットをホーム画面に追加していきましょう。さっき作ったショートカットを長押しするとメニューウィンドウが表示されるので共有をタップしてください。すると項目の中にホーム画面に追加があるのでタップしてアイコンやカラーを選択したら完成です。そしたら私は事前に作ったアイコン画像があるので写真アイコンをタップして任意の画像を選択すると選択した画像がアイコンとして設定できます。設定が終わったら右上の追加をタップするとこんな感じにホーム画面にショートカットが追加されます。追加されたショートカットをタップすると無事にワンタップで集中モードのカーナビモードに切り替わりいろいろな調整も反映されていますね。ただワンタップで集中モードをオンにすることができるのですがオフにするときは毎回コントロールセンターを開いて起動中の集中モードをタップするのはスマートじゃないですよね。なのでオフにするショートカットも作っていきましょう。先ほどとほぼ同じ工程になるので作ったショートカットを長押しし複製の項目があるので複製をタップしてショートカットを複製しましょう。あとはここの3点をタップすると編集ができるので集中モードとコントラストをオフに変更してあげて残りは普段使っている値に戻したら完成です。このショートカットをまたカーナビモードのホーム画面に追加してあげると集中モードの切り替えがワンタップで可能になります。最初は少し大変かもしれないのですが1回設定するとすごく便利になるのでぜひ設定してみてください。あとカーナビ時におすすめなショートカットが一つあります。このワンタップでアプリを分割表示させるショートカットです。マップアプリとミュージックアプリを分割表示していれば停車中にすぐに操作できるのですごくおすすめです。ショートカット作成は簡単で画面を複数のアプリで分割アクションを追加して設定したいアプリを選択します。今回は左側に Google マップ右側に Spotify に設定しましょう。あとは矢印をタップして画面比率を設定してあげるだけです。このようにショートカットアプリを活用することで集中モードをさらに便利にそしてあなたのカーナビライフをより快適なものにすることができるんです。というわけでカーナビ時に最適なホーム画面作成とワンタップでホーム画面を切り替える方法をご紹介しました。これらの設定を行うことであなたの iPad のカーナビライフは音楽もスムーズに再生でき目的地までストレスなくたどり着けるようになるでしょう。ぜひ動画を参考にして iPad をスマートに活用しより快適なカーナビライフを送ってみませんか？きっともう手放せなくなるはずです。少しでも役に立ったと思っていただけたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。良き iPad ライフを。バイバイ。